私、大学を卒業したとき、将来自分がどうなりたいか考えた後、私は外国語に興味があって、外国で働きたいと思いました。日本は先進国で技術も進んでるから、じゃあ日本に行こうと決めました。そして、経験会社の紹介ビデオを見たときに家族的な雰囲気でとても興味を持ちました。それで入社したいと思いました。日本で行くつもりがなかったんですけど、友達からアドバイスをもらったんで、日本に行くことにしました。学校センター入って、学校センターに設計の紹介してもらいました。私は今、技術部のキャンセルを取りしています。仮の株式書を書いて借りたり、必要なプロを注文したりしています。自分が設計したプログラムとかは完全に無事で終わればとても嬉しいです。今、私はいろいろな仕事をしてるんですけど、ほとんどは溶接をしてます。あと、材料を切断したり、穴を開けたりします。除雪は血管出ないようにきれいにできれば嬉しいです。会社の先輩たちが優しく何かわからないことがあれば丁寧に教えてくれてるし、挨拶もちゃんとしてくれてるから、コミュニケーションもよく取れて、とても働きやすい職場です。この会社では差別することがない、いじめることもない、皆さんも優しくて親切な人なので、困ることがあればすぐ助けてもらったり、あとはわからないことがあれば丁寧に教えてもらいます。だから仕事を働きやすいです。この会社は日本語だったら出会ってもらいます。日本語を毎日頑張って勉強したい気持ちいつもあります。私の住んでるところは会社にも近いし、買い物もスーパーに近くて便利です。静かで自然も豊かです。あと、高い建物とかもなく、空が広く見えて、夜は星も月も綺麗に見えます。春になると、富士の見える丘で富士の花や桜などを見に行きます。平日は料理したり、洗濯したり、あと、日本語の勉強と今やってる仕事についての勉強をしたりしています。休日はちょっと出かけたり、買い物に行ったり、音楽聴いたり、映画見たりしています。これからは自動車の免許を取って、いろいろなところへ出かけてみたいと思います。群馬県というのは、山があります。あと畑もあります。ベトナムちょっと似てます。温泉もたくさんあります。今度温泉行ってみたいと思います。毎日仕事終わって家帰って料理作ったり電話したりします。あと1時間2時間ぐらい日本語と将来の関係る仕事を勉強しています。今は建設の仕事をしていますが、これからは施工とも経験し、幅広く建築技術について勉強していきたいと思います。その学んだことを若い人たちに教えていきたいと思います。また、国へ帰って、設計会社を立ち上げ、鉄拳から仕事をもらって仕事をしていきたいと思います。私、電気の店開きたいと思います。だから今は
毎日日本語と大の関係する仕事を集中して勉強しています。はい、日本は技術も面談もしっかり知ってますから、日本へ来てそれを学んで多くの人たちへ伝えてほしいと思います。そのためには日本語を勉強してほしいと思います。日本語がわからないとこちらの考え方も伝えられないし、相手の言うこともわからないので、日本語が必要です。だから日本語を頑張ってください。なので、働くといろいろな経験学ぶことできますので、日本に行った方がいいと思います。あと、日本に行く前、法律と日本語を勉強した方がいいと思います。